本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継ご覧の皆様お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスの記者会見始めさせていただきます。今回はベルクプレゼンツレッスルキングダム18 in 東京ドーム追加対戦カードの発表となります。進行は私清野茂樹が務めます。ではその追加対戦カードにつきましては菅林直樹会長より発表をお願いいたします。はい、報道関係の皆様、またインターネット配信をご視聴のファンの皆様、こんにちは。さて、昨日の熊本大会の結果を受けまして、2024年1月4日、レッスルキングダム18 in 東京ドームの追加対戦カードを発表いたします。IWGP タッグ&ストロング無差別級タッグ選手権試合、第99代 IWGP タッグチャンピオンチーム、ワールドタッグリーグ2023優勝、後藤弘樹・吉橋組対第6代ストロング無差別級タッグチャンピオンチームヒクレオ・エル・ファンタズモ組、以上1試合が追加となりました。そして、かねて発表しておりました IWGP US ヘビー級王座に代わる新しい王座の設立について説明させていただきます。IWGP US ヘビー級王座は、もともと2017年7月に新日本プロレスのアメリカ初進出となるロングビーチ大会で、新設された経緯があり、アメリカ興行における代名詞的なタイトルとなってまいりました。その後、日本においても防衛戦が行われるようになり、ファンの皆様にも馴染み深いベルトとなった US ヘビー級王座でしたが、今年の夏から UK ベルトの登場でファンの皆様を混乱させてしまいました。そこで今回の新王座はこれまでの US や UK の役割も含めた IWGP グローバルヘビー級王座として新しく設立いたします。すでに戦略発表会などでもご案内している通り、2024年以降の新日本プロレスはアメリカやイギリスに限らずヨーロッパ全域、さらにはアジア地域やオセアニア地域にも浸透できるよう尽力してまいります。海外マットを意識したベルトという意味では、過去に設立した IWGP インターコンチネンタル王座を復活させるという意見も出ましたが、今回はより世界規模で展開していくベルトという部分を念頭に、IWGP グローバルヘビー級王座と名付けることとなりました。皆様どうぞ IWGP グローバルヘビー級王座のこれからの戦いにご期待いただければと思います。なお、これに伴い、レッスルキングダム18 in 東京ドームで行います、ウィル・オスプレイ、ジョン・モクスリー、デビッド・フィンレイによるスリーウェイマッチは、新王座制定により出場3選手の同意を得たことから、IWGP グローバルヘビー級選手権初代王者決定スリーウェイマッチへ正式に変更させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、テレビ中継並びに配信についてです。ニュージャパンワールドにて1月4日東京ドーム大会と1月5日墨田区総合体育館大会のライブ配信が決定いたしました。また1月4日深夜2時30分からはテレビ朝日にて新日本プロレス1月4日 1.4 東京ドームワールドプロレスリングスペシャルの放送が決定いたしました。終わったばかりの激闘をたっぷりとお届けいたします。また CS テレ朝チャンネル2では生中継も決定しております。ぜひご覧ください。続きまして年内最後の大会となります JRA 有馬記念プレゼンツロードトゥ東京ドームの主要対戦カードを発表いたします。12月21日後楽園大会KOPW2023 争奪戦、保持者太一対チャレンジャー金丸義信、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合第26代チャンピオンチーム岡田和親、棚橋宏、石井智弘組対チャレンジャージフコブグレートオーカーンヘナレ組、以上となります。その他のカードを含む全対戦カードにつきましては公式ホームページにて掲載させていただきます。選手たちの熱い戦いにどうぞご期待ください。私からは以上です。ありがとうございました。はい、会長ありがとうございました。
東京ドームの追加対戦カード並びに新たな王座の設立、そして後楽園大会2連戦の使用カードの発表がございました。では変わりましては、昨日熊本大会におきましてワールドタッグリーグ史上初の3連覇を達成いたしました後藤弘樹選手と吉橋選手に登場いただきたいと思います。では両選手よろしくお願いします。では史上初の3連覇を達成いたしました毘沙門のお二人登場いただきました。改めて一夜明けて喜びの声を聞いてみたいと思います。東京ドームの対戦カードも正式に決まりましたので、このあたりも含めてお願いしたいと考えております。ではまず吉橋選手からお願いします。はい、おかげさまでそうですね、前々から言っていたワールドタッグリーグ、そして IWGP タッグチャンピオンとして3連覇することができました。どうもありがとうございます。ですね、今日起きてからもう体やっぱすごい疲れててですね、すごい喜びもそうなんですけど、達成感っていうのはすごく今日朝になってからさらに湧いてきましたね。はい。はい、では続いて後藤選手お願いします。はい、まずそうですね、毘沙門としてこうやって歴史に残るようなね、偉大な実績を残せたっていうところがまず嬉しく感じます。はい、まあ昨日もあまり寝れなかったんですけど、今日朝散歩してたら小学生の女の子2人にサインくださいっていうふうに駆け寄られまして、ちょっとしたことの重大さになんか実感したような感じがしますね。まあ次は、ダブルタイトル戦に向けて、まあ今のこのダメージを少しでも早くね回復して次のダブルタイトル戦につなげたいと思います。はい、ありがとうございます。ではご質問を受け付けたいと思います。記者の方、ご質問ある方挙手をお願いいたします。昨日のバックステージコメントもあったと思うんですが、改めてその東京ドームで対決することになったヒクレオファンタズモというチームについてお一人ずつちょっと、お話を伺えればと思うんですけども。では吉橋選手お願いします。そうですね、タッグリーグの初戦でも戦ったんですけど、お互いなんですかね、そのヒクレオに関してはもうでかくてですね、とにかくもう力もあって、それに速いんですよね、足がすごい。だからもうそれにそのファンタズモの空飛んだりとか、身体能力がお互いずば抜けてるっすね。だからまだ組んで間もないんですけど、これから何回か2人が試合するにつれてさらにすごいタッグになるんじゃないかなっていうのはすごく感じました。では後藤選手、まあリーグ戦初戦で負けて、昨日は俺らが勝って今1対1のイーブンな状態ですし、向こうはストロング王者としての意地もあるだろうし、こっちは IWG タッグとしての意地もあるし、彼らとならその1と1のぶつかり合いでさらに熱い戦いがねできると思うんで、次はこのベルトをかけて昨日よりも熱い戦いを見せたいと思います。他にご質問いかがですか。ダブルタイトルマッチというマイクを。
発表ではストロング無差別餃子とのダブルタイトルマッチということになりまして、毘沙門としては、2冠のベルトを持ってた時期もありますし、改めてそのタッグ2冠というものに対する思いというのをそれぞれお聞かせいただきたいんですけれども。IWGP タッグストロングってあるんですけど、そのベルト2本持ってるっていうのはやっぱりすごいステータスになったっていうのは感じていて、でストロングっていうのはそのアメリカでやってたそのタッグ選手権とかよくやってたと思うんですけど、そのアメリカにもあといろんな世界にこう発信するっていう部分ではその2本持ってるっていうのはすごく大きな武器になっていると思って、でこれからもう日本こうやってタッグリーグ3連覇してその世界の選手ともやっぱ戦いたいっていう気持ちはすごいあるので、それに世界に戦っていくっていう部分ではその2本持ってるっていうのはすごい足がかりになるなっていうのはすごい思っています。後藤選手は。そうですね、ストロングと IWGP、2つ種類がありますけど、やっぱり強いのは1チームだけなんで、その辺、海外用でストロングが必要だっていうんであればしょうがないんですけど、俺らがいつでも海外行ってね試合すれば、1本で済むのかなっていう思いもあるし、その辺一番強いものをねがやっぱベルトを持つべきだと思うんで、どっちが強いか決めようじゃないかという気持ちです。他にご質問いかがですか。どうぞ。今も後藤さんがちょっと言及しかけたような感じもあると思うんですけど、どうでしょう、その2つもし、仮にベルトを2冠になった場合っていうのは切り分けて防衛していくのか、それとももしかしたら統一だったりとか、なんかそういうプランっていうのはお二人の中では現時点ではありますか。僕たちとかっていうのはそうですね、一回タイトルマッチ別々でやったんですけど、ストロングはストロング、 IWGP は IWGP でやってもいいですし、もちろん2冠でやっても、それはどちらでもいいかなと俺は思ってます。個人的にはやっぱりまとめてやっても俺はいいと思ってます。ありがとうございます。他にいかがですか。なければ質疑応答は終了とさせていただきます。お二人他に何か大丈夫ですか。はい。それでは締めさせていただきます。東京ドームではまた2つのベルトをかけてのタイトルマッチも行われることが決定いたしました。どうぞご注目ください。以上をもちましてベルクプレゼンツレッスルキングダム18 in 東京ドーム追加対戦カードの発表会見終了とさせていただきます。本日の発表内容につきまして取り扱い何卒よろしくお願いいたします。そして、ご視聴誠にありがとうございました。